整備業界をぶっ壊す整備重信です。栃木県北の片田舎で車屋さんを経営しながら、主に自動車整備士の地域向上を目指して、主に、毎日奮闘しております。ちょっと噛んでしまいました。ごめんなさい。人間なんでね、噛む時もたまにあります。ですね、今日は、実はですね、先日、結構出会いがございまして、結構出会いって何かっていうとですね、異性との出会い、異性もいたけども、自分の工場にですね、突如現れた、バイク乗りの、ご夫婦の方が、おりまして、で、なんで言ったかというとですね、自身の、走っていたバイクの、エンジンオイルの量が少し減ってきてしまっていたようで、エンジンオイルを食ってしまうのか、みたいな感じでですね、症状が起こってですね、エンジンオイルをくださいということで、寄って行ってくれたんですね。で、その中普通にエンジンオイルを交換するにあたって、僕は結構いろんな人と、話すのがね、好きなので、いろいろ話を聞いていったところですね、なんとですね、茨城県は、つくばあたりですかね。つくばあたり、霞ヶ浦あたりにお住まいの方で、たまにこっちの、私のね、工場のある栃木県北の片田舎の方まで、ツーリングコースとして結構走ってるんですと、毎週こっちの方来てるんですっていうことを聞いてですね、あ、そうだったんだと。あんま気づかなかったなということで、天気の日、いい日も悪い日もありますからね。それは、あるなんですけども、天気の良かった、ギリギリ良くって、たまたまそれで炎上量が減ってしまっていて、よって、お願いしに来てくれたと。で、わざわざですね、茨城の方からこっち来るときに、やっぱりそう、ツーリングコースのことについて話されていたんですけども、あの、やっぱり普通に、オートバイで気持ちよく走れるツーリングコースっていうのが、なかなかないんですよね。本当に、海沿いだと結構平坦な道しかないし、意外に人口も多いと。だから、そこまで、バイクで走って気持ちいいコースがないと。結構その人は峠とかね、ガンガン攻めるような感じの人だったんですが、タイヤもすごいくっきり端の方まで使っていてですね。いや、びっくりしました。車体は、ちなみに VMAX ですね。VMAX。奥様の方が VMAX、中型の VMAX かな、1200cc の VMAX を、かなりカスタムされてる感じで。で、旦那さんの方は新しい方の VMAX、1700とかの VMAX。でも、お二方ともですね、タイヤ端まで使ってるんですよ。いや、ちょっと驚きですよね。VMAX こんな倒せるんだとか、こんな熱い走りできるんだっていうのを、生でね、見れて、すごいこっちも興奮してしまってですね。で、そうやって、走れるコースがなかなかないと。そのぐらいですね、気持ちよく走れるコースがなかなかないと。で、それで今、いろいろ走って確認しているところだと、探しているところだということですね。で、こっちの方、私の片田舎の方はですね、意外に走るところが多いと、自然な、ライディングコースが結構たくさんあるんですよね。っていうのもございまして、ひょんなきっかけから、出会いがございました。前置きだいぶ長くなりましたね。で、そのきっかけはそんな感じで、いろいろ話していくうちにですね、お二人とも、バイクとか車とかの部品を取り扱っているお店のスタッフをやられていると。なんと素晴らしい。僕もやはりこうやってお店に行く機会っていうのは結構多いので、バイクショップであったり、中古部品ショップだったりとか、結構ね、暇な時あるとフラッツ立ち寄って見たり眺めたりしてるんですけども、その中で、お二方とも、ご自宅が茨城の、つくばとか、霞ヶ浦の方なので、そちらの方の店舗にいると。なので、ちょっと今度ですね、機会があったら、バイクで行ってみようかなと思っております。で、わざわざですね、今まで僕はただ単に工場で仕事をしていただけなんですけども、そうやって、突発、飛び込みとはいえ、お客さんとして来てくれて、そういうふうに会話をしてみるとですね、意外に自分の知らなかった世界っていうものが開けてくると。視野がどんどん広くなっていくっていうことを、改めて、感じたわけなんですよ。やっぱり閉じこもっていちゃいけないなっていう気はしました。
なんかそういう出会いも大切だし、話を聞くっていうことも重要だし、そうやってなんか輪が広がっていくっていうのを改めて実感できた、一件でしたね。で、ここから先にですね、何かあるかというとですね、僕の場合はですけども、意外にこう霞ヶ浦方面とか、大洗とかからだんだん南下してって鹿島の方を通ったりっていうのはバイクではあるんですよ。千葉県、ごめんなさい、なまった。千葉県の、東、東側ですね。東側にある、銚子の付近にある、なんていうんですかね、なんて言ったっけな、犬吠埼っていう灯台があるんですよね。岬があって、そこに犬吠埼灯台っていうのがあるんですよ。そこ登れるんですけども、そこにたまに行きます。2、3回行きましたね、今まで。で、やっぱりこういうところっていうのは、なんか、その時はいろいろ自分で調べて行ったから行けたわけなんですが、逆に地元の方じゃないとわからない場所っていうのもありますよね。ということで、今度バイクで行った時に、そのお店スタッフの方に直接お話を聞いて、なんか周りにいい、そのバイカーズカフェではないけども、そういったおすすめのカフェがあるよっていう話を、教えてくれるっていうことだったので、実際行って聞いてみようかなと思っております。次ですね、やっぱり工場勤務の方もいらっしゃると思いますし、これを聞いてくださる中にはですね、工場勤務の方もいらっしゃると思いますし、もちろん営業されている方もいらっしゃると思いますし、あとはですね、介護なんかやられている方もいらっしゃると思うんですけども、なんか人脈の広げ方っていうか、なんかそういうものに少し通ずるものがあると思うので、ちょっと自分なりですけども解釈したことをお話ししたいと思います。人脈の広げ方っていうのが、やはり、今まで自分がタッチしてこなかったところに、アプローチしていくっていうところが、重要なんじゃないのかなと思うんですよね。例えば、ごめんなさい。もう出会いの冒頭が長すぎて、かなり長くなっちゃうんですけども、出会いの、一辺を辿っていくとですね、多分ひょんなとこからだと思うんですよ。自分が多分何かしら行動している、もしくはその場所へ行っているっていうことから、出会いが、始まっていくと思うんですよ。出会いがあって、そこから付き合いが始まっていくっていうことがあると思うんですよ。会社に行けばですよ、今まで学校生活だった人が会社に就職して、その会社で出会って人脈が広がるってあるじゃないですか。でもあると思うし、何か自分が趣味で、例えばボルダリングスクールに行っていたとか、それであれば、ボルダリングスクールで知り合った人と、人脈ができたりとか、いうふうにありますね。でそこで、お酒を飲みに行ったりだとか、いろいろ映画を見に行ったりだとかっていう、友達、こういう関係が広がっていく形になると思うんですよ。いいようにやっぱり自分が行動したり環境を変えたりすることによってそういうものが生まれていくと思いますので、なんかね、そう工場勤務だからなかなか出会いないんだよなとか、なんか介護士ずっとやってるから出会いがないんだよなっていう方はですね、多分そうやって自分がこう何かしら行動、アプローチしていくことによって、生まれていくものだと思ってるんですよね。私も実際に、私はちょっと今回は、レアケースでね、冒頭のライダーの出会いっていうのはすごいレアケースだとは思うんですけども、例えばですけど、でもお客さん自体にね、結構仲のいいお客さんがいれば、仲のいいお客さん自体に、どっかなんか、ご飯食べに行ける場所ないですかとか、知り合い、お店やってるとこないって、ちょっとそういうとこ行ってみたいんだよねって言えれば、そこからまた少し幅が広がっていきますよね。だったりとか、そんな感じ。あとは自分の行きつけの美容師を変えてみるとかですね、美容室を少し変えてみたりとか、普段買い物に行かない場所に買い物に行ってみるとかっていうふうに、行動を変えていけば、多分、おのずと自分の、視野がどんどん広がっていくわけだし、経験値も、増えていくわけですから、出会いっていうのも当然広くなっていくわけなんですよね。そういうふうに、出会いが、ないって思う方は、自分で行動してみるといいかもしれません。ちょっと最終的にね、まとまりきらないような感じになってしまったんですけど、本当出会いは本当に一部一会であって大切なものだなというふうに改めて感じた出来事でした。今回はこれで以上です。グッドボタン、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いいたします。本当に出会いはずっと大切にしていきたい、整理しげのぶでした。ではではまた。